シャンクス星、神の獣人の姿で登場。マリージョアで世界政府や天竜人の情報を探る。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1167話情報が公開されました。タイトルは飯田の息子です。扉へリクエスト、魚の本を盗もうとしている猫を見ている野次子と玄三。ハラルドは巨人の1000年の罪を償う誓いの一環として海軍が海賊を倒すのを極秘に支援する任務を世界政府から受けていた。海の真ん中で海賊船を新2つにするハラルドの姿が描かれる。ナレーターの説明によると、偉大なる航路の国々の間では濃い霧の海に海賊を主な標的とする怪物が住んでいるという噂が広まっていた。しかしナレーターは、ハラルドは他の地域の船も襲撃していたため、彼が魔の三角地帯の怪物ではないとも述べている。ナレーターは、ゴッドバレー事件の後、そのイベントに参加した一部の海賊たちが海を支配したと語る。ロジャー、ニューゲート、リンリン、カイドウ。ロジャーの死後、ハラルドは五老星によって神の獣人に昇格した。彼の左腕にはタトゥーが刻まれた。なんという名誉でしょう。契約には3つの段階がある。海面契約はかすかな絆に過ぎない。深海契約と海底契約こそが選ばれし13人と神との間で交わされる真の誓いである。神？もしお前が神の騎士の称号を与えられる日が来るとすれば、エルバフもまた世界政府の輪の中に迎え入れられるのでしょうか。さよう。ガーリングはハラルドに必要な時にすぐに連絡できるように長距離用電柱を渡した。ハラルドはネプチューンと酒を酌み交わし、ネプチューンは娘がもうすぐ生まれると話す。ネプチューンはロキと自分の娘が婚約すべきだと冗談を言った。ハラルドは白星のことをモサモサと呼んだ。このことからロキの秘密の友人であるモサコウの正体が白星であることはほぼ確定と言っていいだろう。これはかつて海王類が口にしていた予言とも見事に符合する。つまり2人の王とは海を象徴する人魚姫白星と陸を象徴する巨人の王ロキのことだったのではないだろうか。15年前、フィッシャータイガーがマリージョアから脱出する際、ハンコックとその姉妹たちの姿も見える。フィッシャータイガーが奴隷を解放している間、ある謎の人物が彼を助けた。その謎の人物がシャンクスであることは明らかだ。その翌日、ハラルドは聖地に到着し、街でシャンクスがシャムロックと話しているのを目撃した。シャンクスはガーリングやシャムロックと共にマリージョアに住んでいた。シャンクスは兄と同じ神の騎士団の制服を着ており、左目には包帯を巻いていた。この話ではシャンクスの顔の傷についての説明はないが、この時点でシャンクスはすでにティーチと交戦していた可能性が高いと推測される。2人はフィッシャータイガーの事件について話していた。シャムロック、聖地についてもっと教えてくれ。犯人を捕まえて役に立ちたいんだ。何か手がかりはあるのか。紹介ボックス、神の獣人、フィガーランド家、シャンクス星。傷が完全に癒えるまで待つのが賢明だ、シャンクス。紹介ボックス、神の騎士団メンバー、フィガーランド家、シャムロック星。お前らにはわからないだろう、人生の24年間を無駄にした気分が。俺がいつもここに馴染めないと感じていたのも無理はない。すべてが胸くそ悪い。シャンクスがこれほどの怒りと焦燥感を見せているのは、あるいは演技なのかもしれない。彼がこれほど急いで聖地や天竜人の情報を探ろうとしているのは、ロジャーの D の名が隠された件や公開処刑といった出来事から何らかの真実に感づいたからなのかもしれない。エルバフでは飯田が体調を崩していたが、ハラルドが任務で忙しかったため彼に連絡することを拒んだ。ハイルディンは医者を探すために海へ出た。一方、ロキも彼女を心配しているが、それを表に出そうとはしない。ロキとハイルディンは2人とも大人になっていた。飯田は親しい友人たちに血のつながりはなくとも、ロキもハイルディンと同じように大切な息子だと言っていた。この話の終わりに、ロキは醸造家の村がエストリッタへの復讐として飯田に毒を持ったことを知った。なんだ？今なんと言った？彼女のような部外者の女を王妃にするという不条理について話しているんだ。お前もそう思うだろう、ロキ。我々は真の王妃エストリッタと同じ氏族なのだ。すべての宝と権力は我々のものだ。だから彼女に毒を持ったのだ。この幕閣を使ってな。もう誰も止められない。彼女の運命は決まった。この話の素晴らしい最後の見開きページで、ロキは醸造家の村を破壊した。
村が炎に包まれる中、ロキがイーダに毒を持った巨人の首を掴んでいるのが見える。ぐわー、ロキ、一体何なんだ。イーダはこれで死んだりしないよな。よく覚えているぞ。俺の実の母親は俺を嫌って冥界に捨てた。宝なんてクソくらえだ。なんてゴミみたいな士族だ。イーダは絶対に死なせない。彼女だけなんだ。寂しそうねロキ、私の家に来ない？母上って呼ぶよ。ロキのこの母上という一言は毒を持った巨人への返答であると同時に、かつてイーダに言いそびれた言葉でもあるのだろう。なぜ悪魔ロックスとロジャー・ガープがまだ激戦を繰り広げている中、イムだけが一人静かに船で立ち去ったのか。彼女は聖地マリージョアから遠距離で五老星に憑依できるにもかかわらず、最も原始的な方法で戦場を離脱することを選んだ。これはロックスの実力への信頼ゆえか、それとも言えない事情があるのか、あるいは単に船旅を好んだだけなのか。この意図的に描かれた対比描写は、イムの能力のメカニズムを徐々に明らかにしているのかもしれない。イムこそが最初に黒天支配に制御された人物である可能性がある。強力な黒天支配はターゲットに直接ダメージを与えないため防御することもできない。その本質は闇の力をターゲットの体内に注入し、悪魔へと転化させ、術者の意識でターゲットの元の意識を上書きすることにある。黒天支配に操られた対象は欲望が刺激され、一時的により強力な力を得るが、その代償として寿命の一部を消費する。これはワンピースの基本設定、あるいは小田栄一郎の一貫した創作思想にも合致する。強大な力には必ずリスクが伴う。動物系悪魔の実の覚醒は人格を喪失する可能性があり、リンリンがソルソルの実を使って自身に黒天支配に似た能力を行使した際も巨大化し強くなるために1年の寿命を消費した。ではイムがこの能力を使用する代償とは何なのか。おそらく一つの肉体だろう。ロックスのような強大な魂を持つ強者を転化させるために、イムは常軌を逸した力を注入し、その結果、遠く離れた聖地マリージョアの花の間にあった傀儡の肉体を使い果たしてしまったのかもしれない。そのせいで、彼女は一時的にサターン星に憑依し続けることを余儀なくされた。この時、サターン星がイムの本体となった次の適切な肉体が見つかるまで、サターン星を臨時の乗り物として甘んじるしかなかったのだ。そこから派生してイムを倒すのが困難な鍵を推測できる。彼女は分霊箱のような設定を持っているのかもしれない。彼女の力を得たすべてのもの、五老星、神の騎士団、神の獣人など、イムから与えられた不死の力を受け入れた者は、永遠に彼女の傀儡となり、重要な局面で意識を転移させる器となる。イムを完全に倒すには、彼女の力が及ぶすべての傀儡を排除しなければならない。これがおそらくかつてジョイボーイやデイビー・ジョーンズがイムに勝てなかった重要な理由の一つだろう。そして今私たちが目にしているイム本人はもはや最初のネローナカのイムではない可能性が高い。彼女が受け入れたその闇の力が彼女を最初の支配者とし、現実における闇の代弁者へと変えたのだ。まず皆さんもこう感じてはいないだろうか。イムの黒天支配は極めて強力だが、本体の実際の戦闘力はそれほど突出していないように見える。軍庫に憑依してブロギーと交戦した時も、サターン星に憑依して6人の強者に囲まれた時も、イムが与える印象は宿主にバフを与える存在に近い。真の強者と対峙した際、弱い相手を圧倒することはできても、圧倒的な支配力を見せることはなかった。通常状態のロックスでさえ、彼女と互角に渡り合えていた。では、もしイムの実戦能力がその程度だとすれば、800年前に最高峰の覇王色の覇気を持つジョイボーイをどうやって倒したのか。このことから、イムの真の強さは1対1の決闘にあるのではなく、その隙のない支配とコントロール能力にあることがわかる。黒天支配はおそらくイムの基礎能力の一つに過ぎないだろう。その窃盗時にある悪魔契約は他にも契約による効果が存在することを示唆している。以前、神の騎士団が転送される際に現れた五芒星やいわゆるアビス、そして彼らが再生する際に浮かび上がる黒い炎など、イムに関連するすべての能力は常に闇と悪魔という2つの革新的な要素をめぐっている。イムとサボが遭遇した際、興味深い詳細があった。サボの炎の衝撃に対し、イムは体で防御したり耐えたりするのではなく、直接口で飲み込むことを選んだのだ。
これはイムが闇や深淵のイメージに関連したエネルギーを吸収する特殊な能力を持っていることを示しているのかもしれない。そして神殿の壁画の左側ではジョイボーイと交戦する最後の敵が太陽を握っている。これには2つの隠喩が含まれている。一つは怪物が世界の光を盗んだことを象徴し、当時の世界が闇に陥ったこと、そしてそれに対応するのがニカやジョイボーイ、ルフィたちが代表する世界の夜明けであること。二つ目はさらに重要な意味として、その怪物が太陽に匹敵するほどの膨大なエネルギーを吸収したため、体型が巨大化し、古代兵器クラスの力を借りなければ倒すことが不可能であることを指している。既存の手がかりから推測すると、これは国宝の力を得た当時のイムを指している可能性が高い。彼女は国宝の中である超自然的な存在と最初の契約を交わし、闇の力を現世に宿す器となり、それによって強力なジョイボーイや古代王国を打ち破ったのだろう。したがってイム本人は真のラスボスではなく、彼女の背後にいるその怪物こそが全ての根源なのかもしれない。神殿で言及されている第一世界はこの存在を暗示している。第一世界の崩壊は人は欲望に負け、禁断の太陽に触れたことに起因する。この隠喩を解釈すると、当時の人類が強欲ゆえに制御不能な力を解放し、世界の在り方を激変させてしまった可能性が高い。奴隷たちが圧政に耐えかねて自由への祈りを捧げ、そこから太陽の神ニカが誕生した。つまり第一世界とは様々な超自然的な力が満ち溢れる神話の時代だったのだ。その時代、人々は欲望に支配されていた。ニカは最終的にこの欲望の力を封印し、それが後に天龍人が掌握する国宝となったが、その代償として欲望と結びついた夢も消え去り、世界は夢なき時代へと突入した。第二世界に至っても国宝の力は称賛せず、長い歳月の中で世界に影響を与え続けている。いわゆる虚無に息吹あり。森の神は魔を使わせたというのは、まさにその欲望を代表する虚無の力が悪魔の力を持つ植物の果実を徐々に生み出したことを指しており、これはベガパンクが悪魔の実の起源について説明した理論と相互に呼応している。悪魔の実は人類の進化の可能性への追求から生まれた。端的に言えば、この世の万物は願いによって生まれる。まさに人類の進化に対する欲望と渇望が悪魔の実を生み出したのだ。そしてこの国宝の力をめぐって、ジョイボーイ、デイビー・ジョーンズ、イムラの物語が展開されたのである。国宝は赤い土の大陸の中に隠されており、絶えず邪悪な力を放出している。近づく者は内なる欲望によって幻覚を見るため、国宝が安置されている場所は幻の部屋と呼ばれている。第一世界の伝説によれば、この国宝を手にした者は内なるあらゆる願いが叶えられるという。当時まだ人間であり、ネローナ家出身だったイムはデイビー・ジョーンズの協力のもと、世界を変えるほどのこの神器を手に入れた。しかしイムは約束通りデイビーの夢を叶えることはせず、自身が世界を支配するという欲望を満たすためにそれを使った。彼女は国宝の中にある悪魔の契約を受け入れ、現世における欲望と悪魔の代弁者となったのである。黒天支配の本質はまさに人の内なる欲望を刺激することであり、悪魔の力に属する。現時点で国宝を発動する具体的な代償は不明だが、イムの目的は極めて明確だ。世界の夢を抑圧し、静寂で安定した夜を維持することである。対してジョイボーイたちの究極の目的は、国宝とその力を破壊し、願いを抱く権利を全世界に返還することにあるのかもしれない。ワンピースについて過去には一つなぎと理解されることが多かったが、もう一つの可能性として業にため地が存在する。神殿の各支分の末尾にある彼らはもう会えないのだ、彼らはきっと会えるだろうという言葉が示すように、第一世界と第二世界はいずれも遺憾な形で終わっており、あたかも2つの事物が何らかの理由で無理やり引き離されたかのようだ。この世界は本来2枚の紙のように2つの部分で構成されていた。この2つの世界が再び重なり合った時、初めて真に完全な世界が構成される。その時、世界全体に天地を覆すような変化が訪れるだろう。そしてワンピースが描くのはまさにそのようなビジョンだ。世界の欠けた部分が現実と再結合し、人々の祈りが叶い、希望と可能性が世に戻ってくることである。ロジャーとルフィが抱く滑稽で荒唐無稽とみなされるあの夢の果ては、どれほど突飛なものであっても実現する可能性を持つことになる。
あの名セリフ、人の夢は終わらねえこそが作品全体の最高の注釈なのだ。したがって新典の最後にある彼らはきっと会えるだろうとは実のところ人類が夢を実現する瞬間を象徴しているのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであればぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。